内向性、イントロバージョンの心理学的価値を再発見し、静かな力がどのように世界を変えるのかを深く掘り下げていく。現代社会では外向性が称賛されがちだが、内向な人々が持つ独自のエネルギー方向性と刺激感受性、そしてそれがもたらす創造的、社会的効果について、神経科学の最新知見と歴史的事例、実践的戦略を交えながら探っていく。まず、内向性とは何かを再定義しよう。従来は、社交嫌いや引っ込み思案といった表面的な行動特性として誤解されてきたが、実際にはエネルギーの向きが内世界に向く性格次元である。内向な人は思想や情緒、アイデアといった内的資源からエネルギーを得るため、外部刺激が過剰になると価格性を感じ、自然と交流を制限する。これは弱さではなく、自己調整のメカニズムの一環だ。対照的に、外向な人は外部からの報酬、例えば社会的承認や新規性に強く反応し、ドーパミン系が活発に働く。内向な人は少量のドーパミンでも満足感を得やすく、過度な刺激に対しては価格性を起こしやすい傾向がある。この違いは神経科学的にも明確に現れている。外向な脳は腹側皮膚の矢側スは核のドーパミン活動が高く、新しい刺激を求める探求行動が顕著だ。一方、内向な脳は前頭前野の活動が高く、アセチルコリン系が優位に働き、注意、記憶、学習を支える。前頭前野は長期計画や抽象思考に関与し、内向な人は深い分析と慎重な意思決定を得意とする。覚醒理論によれば、内向な人は基礎覚醒レベルが高く、少量の刺激でも最適な覚醒状態に達する。その結果、騒がしい環境では疲れやすく、静かな場所で最大のパフォーマンスを発揮する。さらに、内向な脳は感覚ゲートが比較的弱く、外部刺激をフィルタリングしにくい特徴がある。このため、静かな環境が不可欠となる。この特性はデフォルトモードネットワーク、DMN の活動が休息時でも活発であることと関連している。DMN は内省や創造的連想を促進し、内向な人は単調な作業よりも複雑な問題解決に向いている。ストレス反応においては扁桃体の感受性が高いものの、前頭前野による調整力が強いため、長期的なストレス耐性は高いとされる。こうした認知的強みは、具体的なシステムレベルでも顕在化する。内向な人は深い集中力と持続注意力に優れ、一つの課題に長時間没頭できるため、フロー状態を生み出しやすい。歴史を振り返れば、アルベルト・アインシュタインが特許局での孤独な時間に光量子仮説や特殊相対性理論を構築したこと、イサーク・ニュートンがペスト流行でケンブリッジ大学が閉鎖された奇跡の年に微積分と万有引力を発見したことは、内向な深い思考が革新的発見につながる好例だ。エミリー・ディキンソンは自宅での孤独な生活の中で1800編以上の詩を書き上げ、ニコラ・テスラは夜間に一人で実験室にこもり交流電流システムを完成させた。これらの天才たちは、外部刺激が少ない環境で内的シミュレーションを繰り返すことで、創造的ブレイクスルーを実現した。近年の研究も同様の結論を支持している。ミハイ・チクセントミハイはフロー理論の中で、孤独な環境がフロー状態を誘発しやすいと指摘し、1996年の調査で創造職業に従事する人の8割以上が一人で集中できる環境を最重要条件と答えた。エスター・ブックは2012年の実験で、孤独群が発散思考テストで平均 23% 高いスコアを示したと報告している。グレゴリー・バーンズの2013年の fMRI 研究は、孤独な時間が多い人は前頭前の都会場の肺白質密度が高く、複雑な問題解決や記憶統合に寄与すると示した。マーカス・レイクルは DMN が内的シミュレーションを通じて未来計画や創造的アイデアを生成すると提唱した。内向なリーダーシップの具体的価値も見逃せない。傾聴力は心理的安全性を高め、多様な視点を統合し、対立を早期に解消する。ビル・
ゲイツは会議で他者の発言をじっくり聞き、深く考え抜いた上で発言するスタイルでマイクロソフトの初期技術革新を牽引した。スーザン・ケインは内向リーダーがチームの潜在能力を引き出す方法を提唱し、Google や Apple で研修プログラムとして導入されている。深い分析力は長期視点の戦略立案とリスク最小化に直結する。ウォーレン・バフェットは徹底的な企業分析で投資成功を収め、アラン・マレットはデータドリブンな意思決定で Google の成長を支えた。慎重な意思決定はミス削減と信頼構築に寄与し、エイブラハム・リンカーンは奴隷解放宣言前に長時間熟考し、多数の助言者の意見を取り入れたことで国家分裂回避に貢献した。マーク・ザッカーバーグも初期にプライバシーとセキュリティへの慎重な判断でプラットフォームの信頼性を高めた。現代の組織は内向な強みを生かす環境設計が求められる。リモートワークやオンラインコミュニケーションの普及により、深い思考と独立性が評価されやすくなっている。静かな作業空間や情報フィルタリング技術を導入し、非同期の書面議論や小規模の深い対話の場を提供することで、内向なメンバーが最大限に貢献できる。例えば、Google の 20% ルールでは、エンジニアが勤務時間の 20% を自由研究に充てた結果、Gmail や Google ニュース、AdSense といった革新的サービスが誕生した。ハーバード大学のテレサ・アマビールによる研究は、孤独な時間を持つ知識労働者が創造的ブレイクスルーを経験する確率が 42% 高いことを示している。スタンフォード大学のマーリー・オッペンザマーは、歩行中の被験者が在の被験者よりも発散思考スコアが 60% 高く、身体的な孤独が DMN 活性化を促すと結論付けた。しかし、デジタル時代の過剰刺激は内向な個人にとって大きな課題だ。スマートフォンや SNS の通知が絶えず流入する環境は、エネルギー保存と内面再生の戦略を脅かす。そこで意図的な孤独時間を設けることが重要になる。カル・ニューポートのディープワークは、集中のための孤独時間を制度化する方法を提示し、マインドフルネスは内省を深め創造性を高める手段として推奨されている。企業文化としては、通知フィルタリングや思考整理支援 AI といった認知補助デバイスの開発が期待される。これにより、情報型を管理し、深い思考に専念できる環境が整備される。内向性は単なる性格特性ではなく、情報処理の効率性と創造性を高める進化適応戦略である。神経調節物質に基づく選択注意フィルターは、外部刺激に敏感でありながら内部情報処理にリソースを集中させる。自己活性化ニューラルネットワークとしての内省は、外部依存せずに自律的な問題解決と創造的連想を可能にし、静かなイノベーションの神経基盤となる。さらに、シンボル出現の観点から見ると、内向な人は深い意味の探求者として既存のシンボルシステムに新たな意味層を追加し、社会の適応変容を促進する。実践的フレームワークとしては、個人レベルで刺激管理を能動的戦略と捉え、静かな作業空間や情報フィルタリング技術を活用し、日記や瞑想、概念マッピングで内省思考を具体的なアイデアに変換する。組織レベルでは、多様な認知スタイルを尊重したチーム構成を行い、外向型はブレインストーミング、内向型は深い分析と統合に集中させる。書面による議論や非同期コミュニケーション、小規模の深い対話の場を提供し、内向なメンバーが十分に貢献できる構造を作る。技術開発では、通知フィルタリングや思考整理支援 AI、視覚、音楽表現ツールなど、内向な人が創造性を発揮できるインターフェースの開発が求められる。内向性は社会の適応進化を促進する触媒であることを強調したい。持続可能なイノベーションの源泉として、短期的な反応ではなく長期視点で解決策を生み出す力がある。多様な認知スタイルが共存することで、社会全体が予期せぬ課題に柔軟に対応できるレジリエンスを獲得する。文化、芸術の進化においても、内省体験に基づく作品は精神的豊かさを支える。我々は
内向性を克服すべき特性として強制するのではなく、その独自の価値を認め、社会システムに統合する方法を模索すべきだ。静かな力は、声の大きさではなく思考の深さで世界を変える。内向な人々が持つ認知ツールキットは、今後の複雑化する社会において不可欠な資産となるだろう。歴史的視点から内向性の価値を掘り下げてみよう。江戸時代の隠者と学問の関係では、町人や武士の間で、隠者と呼ばれる静かな生活様式が広がった。彼らは山里や寺院に身を潜め、書物や絵画、茶道の修練に没頭した。松尾芭蕉は俳句という短い形式の中に、自然と自己の対話を凝縮させ、後世の文学に計り知れない影響を与えた。このような内向な創作活動は、外部からの刺激が少ない環境が深層思考を促すことを示す先駆的事例といえる。明治維新期の思想家たちもまた、内向な姿勢が国家の方向性に寄与した。福沢諭吉は西洋の学問を独自に吸収し、内政を通じて日本の近代化路線を論じた。その著作は、外圧に流されず自らの哲学を構築する姿勢が根底にあり、教育制度の礎を築く上で重要な役割を果たした。戦後の科学者たちもまた、静かな実験室での黙々とした作業を好んだ。例えば、半導体研究の第一人者である田中耕一は、昼夜を問わず単独で回路設計に取り組むことで、世界に評価される技術成果を上げた。彼の成功は、外部の喧騒から切り離された集中環境が革新的発見を促す実証例だ。現代社会における内向空間の設計指針として、都市計画における静寂ゾーンの導入が挙げられる。大都市の騒音問題は、外交的交流を阻害するだけでなく、内向な個人の認知資源を消耗させる。そこで行政は公共施設や公園に静寂ゾーンを設定し、音響遮断素材や植栽によって自然オトノミが届く空間を提供すべきだ。利用者はスマートフォンの通知を自動でオフにできる端末を配置し、意図的な孤独時間を確保できる。教育機関における個別学習者の整備も重要だ。学校教育では、集団授業中心のカリキュラムが内向な児童の学習意欲を削ぐケースが散見される。各校に個別学習者を設置し、児童が自分のペースで課題に取り組める環境を提供することで、深い理解と創造的思考が育まれるだろう。教師は定期的に個別面談を行い、子どもたちが心の中で何を大切にしているのか、その内面的関心を丁寧に把握しながら、一人一人に合わせた指導方針を調整していく。企業文化もまた、大きな変容を迎えている。これまでの会議中心の意思決定プロセスは、どうしても声の大きい外向的社員に有利に働き、じっくりと考えを練る内向的社員が貢献する機会を奪ってきた。そこで、文書ベースの議論プラットフォームを導入し、意見を時間差で提出できる仕組みを標準化する。投稿された文書は誰もが閲覧でき、コメント機能を通じて議論を深めていく。この方式によって、熟考された意見が公平に評価される土壌が形成される。神経科学の視点からも、このアプローチは裏付けられている。最新の脳画像研究によれば、内向な人は課題に直面した際、前頭前皮質で持続的な活動が見られる。この領域は、長期的な視点でのシナリオ構築やリスク評価を司っており、慎重な意思決定を支える神経基盤となっている。企業はこの知見を生かし、意思決定のプロセスに段階的なレビューを組み込み、十分な熟慮期間を保証することで、ミスというリスクを低減させることができる。また、情報過多によって内向な人の認知資源が枯渇してしまう現象への対策として、スマートデバイス向けのデジタルデトックスモードを実装する。このモードは、特定の時間帯に通知を自動で抑制し、重要度の高いメッセージだけを一時に保存して後で提示する。さらに、ユーザーの作業負荷をリアルタイムで分析し、最適な休息タイミングを提案するアルゴリズムを組み込むことで、集中力の維持を強力に支援する。思考を可視化するインターフェースの可能性も広がっている。概念マッピングやマインドマップは、
内省的思考を外に出す有効な手段だ。これをさらに拡張し、脳波や眼球運動のデータと連動させれば、無意識化の連想パターンをリアルタイムで図式化することが可能になる。研究者はこの技術を用いて、創造的な洞察が生まれる瞬間を客観的に捉え、教育や研修に応用することが期待されている。こうした支援は、社会政策としても展開されるべきだ。例えば、労働基準法に集中時間という概念を新設し、雇用主は一定の時間帯に会議や電話を禁止する義務を負う。外部からの干渉なしに深い作業に没頭できる時間を設計することで、生産性の向上と精神的健康の維持を同時に達成する。公共図書館の機能拡充も重要だ。単なる情報アクセスの拠点ではなく、静かな学習空間としての役割を強化する。防音設備を備えた個室や、自然光が降り注ぐ読書スペースを増設し、利用者が自律的に集中できる環境を提供する。図書館のスタッフは、利用者の作業スタイルに合わせた座席配置や照明の調整を行い、一人一人に最適化されたサービスを提供する。さらに、メディアリテラシー教育を強化する。SNS やニュースアプリが絶え間なく情報を流し続ける現代において、情報を取捨選択する能力は必須のスキルだ。小学校から高校までのカリキュラムに、情報過多への対処法や自己調整の方法を組み込み、内向な子どもたちが自分のペースで情報を整理できる力を養う。これにより、将来的に内向な資質が社会に評価されやすい土壌が作られる。未来の社会では、内向なリーダーが持続可能な世界を牽引していくだろう。気候変動への対応には、短期的な政治圧力にこごめせず、長期的な視点でのシステム設計が不可欠だ。内向なリーダーは、膨大なデータと複雑な因果関係を静かに分析し、持続可能なエネルギー転換のロードマップを策定する。彼らの慎重な意思決定は、急激な政策変更による混乱を避け、段階的かつ確実な実装を可能にする。芸術の分野でも、内省的な創作活動が新たな価値を生み出している。デジタル絵画や音楽生成 AI を活用し、作家は自らの内なる情動を抽象的な表現へと昇華させる。教育機関がこうしたプロジェクトをカリキュラムに組み込み、学生が自分自身と向き合う時間を確保することで、感性と論理の統合的発達が促される。内向な認知スタイルと外向な認知スタイルが互いに補い合う社会は、柔軟性と回復力に富んだシステムとなる。政策立案の段階で多様な思考タイプを代表させ、ブレインストーミング、深層分析、統合レビューといった議論の形式を適切に切り替えることで、最適解が自然と浮かび上がる。この循環モデルこそが、未来の不確実性に対抗するための最良の防御策となるはずだ。内向な特性は、単なる性格の傾向ではなく、社会全体のイノベーションエンジンとして機能する。歴史を振り返れば、静かな環境で熟考した人物が数々の転換点を生み出してきた。現代においては、テクノロジーと制度設計を通じて、内向な資源を最大限に活用できる基盤を整えることが急務だ。私たち一人一人が、自身の認知スタイルを尊重し、他者の違いを受容する文化を育むことで、静かな力が大きな波紋を呼び起こす社会へと変革できる。今こそ、声の大きさではなく、思考の深さで世界を形作る時だ。内向な資質が社会変革の原動力となった具体例を、歴史に掘り下げてみよう。江戸時代の儒学者、本居宣長は、静かな書斎で膨大な文献を熟読し、日本古典の体系化に貢献した。外部の喧騒を遮断した環境で深遠な洞察が生まれたことは、内向な思考の価値を示す顕著な証拠だ。また、明治以降の福沢諭吉は、孤独な読書と執筆の時間を重視し、近代日本の教育制度を構築した。個人の内的探求が、公共の知的基盤へと昇華した恒例といえる。欧米に目を向ければ、イギリスの哲学者ジョン・ロックは、静寂の中で人間の認識論を練り上げ、近代政治思想の礎を築いた。アメリカの発明家トーマス・エジソンは、
昼夜を問わず一人の実験室で試行錯誤を繰り返し、電灯や蓄音機といった画期的な技術を創出した。彼らは外部刺激に左右されない集中状態、いわゆるフローの瞬間を最大限に活用し、社会に多大な影響を与えた。現代における内向リーダーシップの実践例として、北欧諸国の持続可能な都市計画が挙げられる。フィンランドのヘルシンキ市は、行政手続きをデジタル化し、市民が自宅から静かに情報を取得し申請できるプラットフォームを整備した。これにより対面での煩雑なやり取りが削減され、内向な市民でも公共サービスを円滑に利用できるようになった。さらに、街中に静寂ゾーンと呼ばれる公共スペースを点在させ、自然音や低周波の音楽を流すことで、通勤者や学生が短時間で心身をリセットできる環境を提供している。企業レベルでも、内向な才能を引き出す文化が構築されている。ドイツのある自動車メーカーは、プロジェクトごとに深層分析機関を設け、メンバーが個別にデータを検証し、仮説を練り直す時間を保証している。この期間中は、会議室の照明を暖色系に調整し、背景音を最小限に抑えることで集中力を高めている。その結果、開発サイクルの品質が向上し、製品のリコール率が大幅に低減したという実績がある。教育分野では、内向な学習者への配慮がカリキュラム改革として現れている。東京のある大学では、講義形式を対話型から自己探索型へと転換した。学生がオンラインで自分のペースで教材を閲覧し、思考ノートを自動的にマインドマップ化できるシステムを導入した。このシステムは、眼球運動と脳波パターンをリアルタイムで解析し、理解度が低下した瞬間に適切なヒントや補足資料を提示する。結果として、内向な学生の成績が従来より 10% 以上向上し、卒業後の研究志向も高まっている。地域コミュニティでは、住宅街の公園に音のバリア装置を設置する試みが始まっている。この装置は、風や鳥の鳴き声などの自然音は通しつつ、人間の会話音や交通騒音を特定の周波数帯で吸収し拡散させる。住民はこのエリアで読書や瞑想を行うことで、日常のストレスを軽減し、内面的創造性を呼び覚ますことができる。実証実験では、利用者の心理的幸福感を示す指標が優位に上昇し、近隣の犯罪発生率が低下するという副次的効果も報告されている。テクノロジーのさらなる進化として、脳波と感情データを統合した感情共鳴プラットフォームの開発が注目されている。ユーザーがヘッドセットを装着し、リアルタイムで脳波のアルファ波とベータ波の比率を測定する。同時に、皮膚電位や心拍変動といった生理指標も取得し、個々の感情状態を数値化する。AI がこのデータを解析して、集中度や創造的インスピレーションのピークを予測し、最適な作業や休息のタイミングを通知する。内向なクリエイターはこのシステムを活用し、自身の内的リズムに合わせた制作スケジュールを組むことで、作品の完成度と独創性を飛躍的に向上させることが期待されている。政策提言としては、国家レベルで内向資源基金の創設が提案されている。この基金は、静かな研究環境や長期的なプロジェクトに特化した助成金を提供し、短期的な成果主義に偏りがちな従来の資金配分とは一線を画す。助成対象となるのは、気候変動の長期シナリオ分析、遺伝子編集の倫理評価、宇宙探査の持続可能性検証など、時間を要する高度な分析作業だ。基金の運営は、多様な認知スタイルを代表する専門委員会が監督し、透明性と公平性を確保する。最後に、個人レベルで実践できる静かな力の育み方をまとめよう。第一に、毎日の生活リズムに無情報時間帯を組み込むことだ。スマートフォンやパソコンの通知を完全に切り、紙とペンだけで思考を整理する時間を確保する。第二に、自然環境との接触を意図的に増やすことだ。森林浴や海辺の散歩は、交感神経の活動を抑え、前頭前皮質の安定化を促進する。第三に、日記や詩歌といった文字媒体を活用し、内的な対話を外に出すことで、
潜在的な洞察を言語化し、他者と共有しやすくする。第4に、コミュニティ内で沈黙の輪を設け、参加者が互いに無言で座り、呼吸と心拍を合わせる時間を持つことで、集団的な精神結束を高める。以上の取り組みは、個人の内向特性を尊重しつつ、社会全体の創造的資本として昇華させるための具体的ロードマップだ。静かな思考が持つ潜在的エネルギーは、適切な環境と制度が整えば、巨大なイノベーションの源泉となる。我々は、声の大きさに依存しない、深い洞察と持続的なビジョンで未来を描く時代へと舵を切るべきだ。そのために、今こそ内向な力を可視化し、制度化し、日常生活に組み込む決意を新たにしよう。古代東アジアに遡ると、山水画の巨匠や漢詩の隠者は、外界の喧騒から離れた山間で瞑想と筆致を重ね、自然と対話することで独自の美学を築いた。特に、中国の魏晋南北朝期に活躍した王羲之は、静寂の中で小練習し、その筆致は、静かなる流れ、と称賛された。日本でも、平安時代の貴族が言った。物思う。文化は、夜闇に灯す灯火の下で心象風景を文字に起こすことを重視し、内省的な感性が文学の黄金期を支えたとされている。西洋哲学に目を向ければ、ルネサンス期の哲学者ミシェル・ド・モンテーニュはエッセイの序章で、孤独は真の自己と対話する唯一の場、と述べ、内向な思索が個人の倫理形成に不可欠であることを示した。また、19世紀の実存主義者キルケゴールは、他者との表面的な交流よりも、自己の存在を深く問い直す時間を尊重し、これが創造行為の根底にあると論じた。こうした思想は、現代の心理学が指摘する、内注意の重要性と合致する。現代においては、内向リーダーシップが国際的に注目を浴びている。カナダのバンクーバー市は、都市計画の段階で、沈黙のワークショップを導入し、市民が音声入力を使わずにデジタルホワイトボード上で意見を書き込む形式を採用した。この手法により、口頭での発言が苦手な住民でも政策提案に参加でき、結果として公共交通の路線変更が多数の支持を得て実現した。さらに、オーストラリアの先住民コミュニティでは、伝統的な歌と踊りの合間に設けられる、静かな語り部の時間が、若者のアイデンティティ形成と地域の環境保全意識を高める役割を果たしている。テクノロジーの進化は、内向な才能を引き出す新たなインフラを提供する。例えば、ニューロフィードバックを組み込んだ個人用作業端末は、ユーザーの脳波パターンを検知し、集中度が低下した瞬間に画面の色温度を暖色系に変化させ、自然光に近い環境へと誘導する。この機能は、長時間の執筆やプログラミング作業を行うクリエイターに好評で、作品の完成率が平均2割上昇したという報告がある。また、ブロックチェーン技術を利用した静寂証明書サービスは、研究者が一定期間外部刺激を排除した状態で実験を行ったことを第三者に証明でき、学術誌への信頼性向上に寄与している。制度面では、内向資源を体系的に育成するための国家戦略が求められる。まず、教育カリキュラムに、内探究時間の必修科目を設置し、学生が図書館や自然観測所で無音の環境下で課題に取り組む時間を保障する。次に、公共施設の設計指針に、静音基準を追加し、建築物の壁材や床材に吸音性能の高い素材を使用することを義務付ける。さらに、労働法改正により、週に一度は、情報遮断日を設定し、企業は従業員がメールやチャットツールから完全に離脱できる環境を提供することを義務化する。これらの施策は、内向な個人が持つ潜在的想像力を社会全体の資本へと転換する土壌を整えるものだ。内向性は単なる性格特性ではなく、情報処理の効率性と創造性を高める進化適応戦略である。神経調節物質に基づく選択注意フィルターは、外部刺激に敏感でありながら内部情報処理にリソースを集中させる。
自己活性化ニューラルネットワークとしての内省は、外部依存せずに自律的な問題解決と創造的連想を可能にし、静かなイノベーションの神経基盤となる。さらに、シンボル出現の観点から見ると、内向な人は深い意味の探求者として既存のシンボルシステムに新たな意味層を追加し、社会の適応変容を促進する。我々は、声の大きさに依存しない、深い洞察と持続的なビジョンで未来を描く時代へと舵を切るべきだ。そのために、今こそ内向な力を可視化し、制度化し、日常生活に組み込む決意を新たにしよう。静かな力は、思考の深さで世界を変える。